高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日はニュース番組の芸能人コメンテーターはいらないんじゃないかっていう話をしていきたくて、俺はいらんと思ってる人なんやけど、その話をしていく前に、コメンテーターっていうのはどういう人のことかっていうのを話していきたくて、日本の報道番組とかニュース番組におけるコメンテーターっていうのは、番組内、テレビとかラジオのニュース番組、ワイドショーで自分たちの考えや意見を述べる役割を持った人のことで、具体的な役割の中身で言うと、一般視聴者の代弁者になることで、視聴者の共感や反感を読んで、番組の内容を視聴者の身近なものと認識させるとか、番組制作者の意見を代弁する、番組の流れにアクセントをつけるっていうのが具体的な役割で、その一方で、コメンテーターの視野の狭さとか、無難なコメントの多さとかが、コメンテーターに依存しておるテレビ番組とかの中では、それが問題視されてるっていう背景もあって、この問題が表面化したのが、2020年の新型コロナウイルスの流行した時で、その時に報道番組とかの中で医学的知識がない芸能人コメンテーターが無責任な発言をしたことで、特定の誰かっていうよりもそこに出とった人何人かが内容のないコメントとか当たり障りのないコメントとかをしたことで、コメンテーターの不要論っていうのが湧き上がるようになったの。実際に炎上した例とかがあって、2022年の安倍元総理が暗殺されて国葬が執り行われた時に、国葬についてテレビ朝日の社員のコメンテーターの玉川氏っていう人が、国葬に電通が入っているって発言して、この発言したんやけど、実際にはそれとんでもない大嘘で嘘やったね、しかも。それが SNS で大炎上して、その後この玉川氏は謝罪して謹慎に追い込まれたと。その中でもやっぱりコメンテーターの責任を問う声とか、コメンテーターは不要論がまた湧き上がって。はいはい。逆にコメンテーターがコメントをしないケースっていうのもあって、例えば2023年に市川猿之助が母親の自殺幇助をした件で、あったな。その時に南海キャンディーズの山里氏が、山ちゃん。これからは法律で決まったこと、法が裁くこと以外に関しては勝手なことを言うべきではないと思うっていう発言をして炎上した。他にも2024年にお笑い芸人の松本人志の性加害疑惑が文春で報じられたことがあったんやけど、その時に多くのコメンテーターがまだ事実かどうかはわからないっていう旨の発言をしとって、記憶に新しい人も多いと思うんやけど、そのことについて上沼恵美子が何も分かってないからコメントできませんっていうのは誰でも言えるんやから、それをコメントするのがコメンテーターじゃないかっていう発言をした。なるほど。さすが。その通りやわな。っていう話があって、実際ニュース番組とかさ、ワイドショーって大体芸人とか俳優とかアイドルとかのコメンテーターがおるわけやん。でもその人たちってさ、いわゆるお堅いニュース、政治とか経済のさ、話題が出た時でもさ、専門家が解説したりしとる間に、芸能人のコメンテーターが感想とか意見をさ、言う時間があるやん、必ず。よく見る。あるある。でもあれってさ、政治とか経済に関しては素人の人がさ、地上波の電波を使ってさ、内容のない、当たり障りのない意見を言ってさ、無駄に尺を使っとるだけでさ、聞いとるこっち側からしたらさ、何を聞かされとんのってなるんよな。確かにな。どうしてもその点に関しては、専門家に比べた内容が薄くなってしまう。でもそれはやっぱり、しょうがないことなんやけどさ、例えばそこでさ、芸人が気をてらって逆張りとかコメントしても、それはそれでやっぱ叩かれてしまうやん。芸人ごときがみたいな。だから芸人はな、コメンテーターとかそういう発言っていうのはあんまり得しせんと思うんさ、立場として。そうやな。特選し、特に政治とかの話になるとさ、リスクあるやん。そうそう。炎上しやすいやんな。で、しかも政治の番組見とる視聴者層のニーズにも合ってないしな。真面目な番組に、それはそれでなんでお前が出てくんねんっていうのもあると思うし。しかも、芸人やったら芸人らしくさ、ちょっと面白いことをさ、言おうもんなら、それはそれで叩かれるしな。で、やっぱどうしてもニュース番組とかやったら、生放送も多いしさ、芸人からしたら失言とか気にして、当たり障りのないコメントをせなあかんくなってしまって、で、芸人なのに普通のコメントとか炎上を恐れて面白いこと言えやんっていうのも損やと思うよね。せっかく芸人の舞台とかで面白いことやっとんのに、リスクとか気にして発言を注意しながら喋るのっていうのも、何も芸人の得意分野で活かせてないっていうかさ。確かにな。当たり障りのないコメントはさ、別に聞いとってもさ、意味ないしさ。そうそう。しかも、一般人の目線に合わせたコメントとか意見やったらさ、別に
街の声みたいな感じでさ、VTR 出したりさ、なんかフリップで文章で紹介するだけでいいと思うよな。で、それに対して専門家とかがさ、そうそうそう。解説したり回答すればいいだけやん。で、もっと言うならさ、街の声とかもさ、正直、今 SNS があるからさ、SNS 開いたらいくらでも見れるやん。そうやな。X とかで。芸能人がそこに出とる専門家とかと違った我々一般市民の視聴者と同じ目線で共感できる意見を言うことで、視聴者がさ、に共感を読んだりするっていうのを求めとるんやとしたら、全然その役割果たせてない気がするわ。確かにな。聞いとる時間が本当に無駄やなと思うもん、あれ。確かにな。どんだけさ、それっぽいこと言っとっても、どうせお前素人やんって、何も知らんやんっていう風に思ってしまうよな。確かに。アベプラとかでさ、芸人必ずおるやん。俺な。あの人たちも結構な、当たり障りのないコメントしか言わないし、しかもさ、学歴とかあるんかもしれんけど、知識人っぽく語っとるけどさ。でもお前別にそれについて研究とかしてるわけじゃないんやから、知識レベルとしては、俺らと一緒やろって思う。制作者側もさ、芸人を安く使えて、で、それなりに尺を稼げるってなったらやっぱ使いやすいんやろな。そうやな。人気のある芸人とかやったら目につくもんな。見とる人からしたらな。うん、確かに。政治のニュースで芸人の意見聞きたいか？アイドルの意見とか。いやー、だからそもそもの視聴者層と合ってない。エンタメのな、ニュースとかやったらいいかもしれんけどな。そうそう、芸能関係とかのやつやったらまだしも、政治、経済とかさ、国際情勢とか、でも本当に何でも出てくるから、それはどうなんやろなとは思うな。エンタメとかでもさ、不祥事系のニュースやとさ、突っ込んだこと言えやんやんな。芸人って。芸人っていうか芸能人、アイドルとかもそうやけど、下手なこと言うとな、またそれはそれで叩かれるし。例えばさっきのさ、まっちゃんの件じゃないけどさ、コメンテーター一人の芸人が、いざ自分が不祥事を起こした時に、言ってたことが全部自分に返ってくるから、当事者になった時な。だから何も得せんと思うよね。コメンテーターとしてさ、出とる人もさ、実際芸能関係のさ、裏側を知っとったとしても、それ言えやんもんな、どうせ。テレビでは。本当に何の意味もないんよな、そこに出る。出とる側もさ、それは思いつつもやっぱ喋っとんねやろな。そうや、なんで俺おるんやろっていうな。そう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 。確かにな。でも呼ばれるからしょうがなく出とるって感じやんな。仕事選べるわけじゃないしな、みんな。芸能人が真面目に政権違反しとるのとかさ。ああ、確かに。見とってきついわ、あれ。芸能人もさ、だから知識ない分野に関して素人やからさ、何言おうが偏見とかさ、誤解が混じってくるやんな。確かにな。ある程度さ、リテラシー高い人やったらさ、その辺も取捨選択できるけどさ、確かに。あんまり何も知らん人とかやとさ、それを鵜呑みにしてさ、間違った情報をインプットしてしまう可能性すらあるからな。芸人の感性も独特っていうのもあるからさ、視聴者の代弁と言いつつも、って思う時あるけどな。それはお前だけやろっていうのも、良くも悪くもさ、芸人、社会にあんま出てないっていうか、高卒でずっと舞台とかやっとった人からしたらさ、一般的な考えとはずれとることはしょうがないんやけど、それを物顔で言ったら世間からは違うやろって思われるのもしょうがないとは思うんやけどさ。報道番組に出てくる芸能人コメンテーターってさ、面白い人って出てこやんよな。面白い人っていうか、ボケにさ、全振りするような人って全然出てこやんよな。文化人気取りの。今、出とる人って、田村淳とか、EXIT とか、ペコパのあの人とか。松陰寺さんね。頭はいいんやろうけど、芸人やったらもうボケに全振りしたコメントとかしてくれた方がまだマシやと思うけどな。個人的には。MC とかな、やる、顔回すような役割やったら全然な、芸人とかがやった方が、うまくできるんかなとは思うけど、でもアナウンサーがそこは、もう、になっとるから、ニュース番組の MC は芸人やとあんまり向いてないか。そやな。芸人のコメントとか見たんやったら、そういう風に振り切っとる番組も、もうあるしな、今の時代。脱力タイムズとかさ、ワイドナショーもそうやけど。脱力タイムズはあれはニュース番組じゃないと思うけど。ニュース番組っていう、もうコントやな、もうあれは。あれはお笑いに振っとるからあれやけど。それでも昔から芸能人コメンテーターっていうのは報道番組に必ずおるやんか。おるな。やっぱ一定その需要はあるんやろうな。お茶の間から。昔からそういう需要がなかったら、だんだん減ってくもんな。淘汰されていくと思うよ。でもそれでも一定今まで残っとるってことは、ある程度は需要がマッチしとるんじゃないか。松本人志が2015年にコメンテーターとして芸人ならではのすっとんきょうな発言を求められているとして、すっとんきょうなことを言うなと、クレームが来る。芸人として面白いことを言おうとすると、それはそれでクレームが来るって、コメンテーターの難しさを語っとる。じゃあもうどっちにしろ積んどるやん。でも芸能人のコメンテーターを求めとる層がさ、どういう人らなんかも気になるけどな。テレビをよく見とる高齢者とかなのかな。
その芸人のファンじゃない。内容はともかく、その芸人本人のファンやから、どんな仕事でも見れたら嬉しいっていう層がやっぱ一定数おるんやろ。内容はともかく。正しい意見とか正確な意見よりさ、それっぽい意見を求めとる人も結構おるもんな。そやな。っていうか、その芸人のファンやったらその芸人の言っとることが間違ってようが正しかろうが、それを信じるしな。それが正しいと思い込むもんな。確かに。その芸人が人気があればあるほど、その番組がどんなにお堅い番組であろうとやっぱ人気が出るもんな。視聴率が取れるから、テレビ局は視聴率ビジネスやからな。出さざるをやんっていうのもあるんかもしれんな。制作者側が芸人の事務所と繋がっとるってのもよく聞くけどな。制作会社に一部吉本の入っとって、そこのつながりで芸人とかを斡旋して出しとるとか。でもやっぱ芸人は芸人の分野でやってほしいけどな。そうやな。ニュース番組じゃなくて。政治とか経済語ってほしくないよな。欲しく。付け焼き場の知識でな。説得力がないもん。アベプラの EXIT とかさ、なんか言っとるけどさ、それ。もう文化人気取りになってるとやっぱ冷めてしまうわ。アベプラは取り扱う話題が結構面白いからよく見るけど、あそこに出てくる芸人の EXIT だけじゃなくてな、カンニングの竹山とか。カンニングの竹山はそうやな。出てくるけど、別にあの人たちの意見は求めてないな。それやったらまだ普通のビジネスマン、ホリエモンとかさ、もともとそういう活動しとる人、経営者とかの方がまだ多分ためになるというか、勉強になるわ。経営者目線の意見とかはいいけどな。芸人目線の意見は別に求めてないからな。確かに自分のそういう知らん目線からの見解って興味あるもんな。全く関係ない分野の人からの意見はな、別に俺らとそんな変わらんしな。ニュース番組にコメンテーターってのが必要かどうかっていう。そもそもそこやんな。コメンテーターいるんか、ご意見番みたいな存在はいるんかみたいな。虫やりながらご意見番もやっとる坂上忍とか宮根誠司とかもおるけどな。宮根やね。でもやっぱそういう人らも叩かれとるやん。そうやな。あの人らは司会をやりながらもすごい顔出してくるからさ、自己主張強いから嫌われるんじゃないの。もっと司会に徹しろよとは思うけどな。でも俺も自分の好きな芸人があんな感じの立ち振る舞いで将来そうなってくのを見るとちょっと嫌になってくるな。そう、リスクも大きいし、出とる側も特に本当メリットがないから。ないメリットはないよ。報道番組に出やんでいいし、こっち側もさ、視聴者側も求めてはないから、テレビ局は報道番組で芸能人をコメンテーターとして起用するのを控えてほしいなと思うわ、今後。そうやな、視聴者の意見としては、少なくとも我々はそう思うよな。俺らもニュース、時事ネタとかを取り扱ってこうやってごちゃごちゃ解説みたいなことしとるから、人のこと言えやんっちゃ言えやんないけどな。でも俺らはな、ちゃんと YouTube っていう媒体で見れる人だけ見れるっていうやつやから。別にニュース番組見とって出てくる芸人とはまた別やから。見たくもないのに、専門家の解説の間に変な意見挟んでくるわけじゃないからな。あくまでも俺らは自分らのな、こう思ってことをただざっくばらに話してるだけやから。選択の権利は YouTube の視聴者にあるからな。俺らもこれからニュース番組とかを切っていくけど、文化系 YouTuber として俺らの話が面白いなと思ってくれるんやったら見続けてほしいな。そうやな。そういう感じで今日はニュース番組にいる芸能人コメンテーターはいらないんじゃないかっていう話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。